この α7-4 になって今までの α シリーズから大きく変わった点として、このモードダイヤルがあります。はい、ここが大きく変わりました。で、そのモードダイヤルを使うにあたってフレキシブル露出という機能がとても便利だったので、今日はそのフレキシブル露出を紹介していきたいと思います。はい、では α7-4 のモードダイヤルのおさらいをしたいと思います。α7-4 になってからモードダイヤルのカメラ、写真と動画と、S&Q が分かれました。今まではこの上に全部入っていたんですけど、カメラ、動画、S&Q が下に移動して、それぞれにおいて撮影モードとか露出モードを変更することができるようになりました。ということで、写真を撮りたい場合は、こういう風にしますね。で、動画を撮りたい場合はこっちにします。で、S&Q を撮りたい場合はそのままこっちにしますと。なので、このカメラの映像の切り替え自体はとても楽になったんですけども、それに伴って、使いにくい部分も出てきました。で、例えばですけど、写真を撮りますと、初めに。で、写真を撮るときに、例えば A モードで写真を撮ります。で、その後に動画を撮りたいなって思ったときにどうするかっていうと、こちらからこうやって動画モードに変えますね。で、そうすると何が起きるかっていうと、写真の時に使っていた露出モードがそのまま引き継がれてしまいます。つまり動画も A モードで撮っていることになりますね。で、僕はですけど動画の場合は S モードにします。シャッタースピード優先で50分の1のシャッタースピードで撮っています。なので僕の場合は、動画をする場合はさらにここを S にする必要がありますね。で、こうすることによってシャッタースピード優先の動画撮影ができるようになります。今までのモードダイヤルですとこのように、S&Q と動画がね、このダイヤルの中に入っているので、例えば写真を撮るときは例えば A モードで撮りますと。で、動画を撮りたいときはくるくる回して、動画モードにして撮影を開始すると。で、その時に動画モードにした時に動画の露出モードはどこで設定するかというと、ソフトウェア内の設定画面で設定できます。なので、写真からこうやってくるくる回して動画のモードにした時点で露出モードも自動的に切り替わりました。今までは。ただ α7-4 はソフトウェア内の設定で露出モードを切り替えることが多分できません。僕はね、結構探したんですけど見つからなかったので、多分できないと思います。おそらくこのダイヤルで変えてくれっていうメッセージだと思っています。ということで、α7-4 のモードダイヤルになってから写真から動画もしくは動画から写真に変わるときに、露出モードを変える手間が一つ増えました。で、手間がね一つ増えたぐらいなんですけど、これ問題なのは、例えば写真から動画に変えるときにこの露出モードを切り替え忘れる可能性っていうのが、あるんですよね。例えばこのまま A モードで撮ってしまうとか、例えばマニュアルで撮ってしまうとかね。写真をマニュアルで撮っててそのまま動画にして動画をマニュアルで撮ってしまったとかね。で、そうすると帰ってから見返して映像がね変な風になってたとか言うとかなりモチベーションも下がってしまうので、その辺はねできればね避けたいので、そういうリスクをなるべく排除していきたいかなと思います。で、そのリスクを排除する機能として便利なのが、今回紹介するフレキシブル露出機能となります。ということでフレキシブル露出機能の説明をちょっとしていきたいかなと思います。フレキシブル露出モードとは、簡単に言いますと、F 値とシャッタースピードと ISO をカスタムキーで簡単に変更することができる機能になります。で、変更するだけではなくて、オートとマニュアルの切り替えも簡単にすることができます。はい。で、話していてもね、ちょっとね、わかりにくいと思うので、画面を見ながら説明していきたいと思います。まずは設定の撮影ですね。撮影モードの露出制御方式っていうのがあります。ここを、通常ですと PASM モードなんですけど、これをフレキシブル露出モードにします。そうすると、このモードを適したキーアサインに変更されますっていう風になって、カスタムキーが自動的にこのように切り替わります。はい、この説明もね、後からします。で、OK を押します。はい、これでフレキシブル露出モードになりましたので、実際に見ていきたいと思います。はい、ちょっと画面を変えてみました。で、フレキシブル露出モードは、いわゆるこのカスタムキーとかを使うわけなんですけど、カスタムキーを使って ISO と F 値とシャッタースピードを変更していきます。まずはシャッタースピードの変更をしていきたいと思います。
シャッタースピードはこの C4 のカスタムボタンを使います。C4 を使うと、ここが A になったの分かりますかね。 A でもう一回押すとなくなります。これは A が出てる時にオートモードになります。でもう一回押すと何もない時はマニュアルになります。でマニュアルになった時にこのダイヤルを動かすとシャッタースピードを変えることができます。で次に ISO を変更していきたいと思います。 ISO はこの C1 で切り替えができます。 C1 を押すと ISO のところに A がついて、これが、オートになりますね。でもう一回押すと消えてマニュアルになります。でマニュアルの時にこちらのダイヤルを回すとこのように ISO を自由に変更することができます。でもう一度押すとオートに戻ります。はい、次は F 値を変更します。F 値のマニュアルオートの切り替えはこの C2 ボタンを使います。C2 ボタンを押すとオートとマニュアルの変更ができます。で、マニュアルにした際の F 値の変更はこちらの前のダイヤルを使います。ちょっと画面が見えないので、次画面を映しますね。アングルを変えてみました。ちょっとボタンが見えなくて分かりにくいと思うんですが、C2 ボタンを押してみます。はい。で C2 ボタンを押すとここが A になりますね。これでオートになります。でもう一回押すと A 表記がなくなってマニュアルになります。で前のダイヤルを回すと F 値をこのように変更することができます。でもう一度押すとオートに戻ります。はい。これがフレキシブルモードで F 値とシャッタースピードと ISO を変える方法になります。はい、ということで僕の撮影の設定をしますね。僕はシャッタースピードを固定したいので、シャッタースピードをマニュアルにします。で、50分の1ですね。はい。で、F 値と ISO はオートのままでいいので、このままにします。で、これが動画の設定になります。はい、それでここからが問題なんですが、フレキシブル露出モードというのは、動画だけの機能なんですが、このフレキシブル露出モードをオンにしておくと、ここの操作ダイヤルにある露出モードは無効化されます。なので写真から動画に変更した時に、例えば写真で A モードで撮っていて動画に変更した時に、A モードとかは引き継がれずにフレキシブルモードで設定した設定が引き継がれます。維持されます。はい。試しにやってみますね。現在写真になっていて露出モードは A になっています。A モードですね。はい。で、これでムービーにしますね。動画にしますと。はい。これで動画にしますと。動画にした時に今までですと A モードがそのままなので A モードが引き継がれるはずなんですけど、それを今無効化してフレキシブル露出モードにしているので、先ほど設定したものがここに出ています。はい。50分の1固定されていて F がオートですね。ISO もオートになっています。なのでフレキシブル露出モードのいいところは、自由自在にシャッタースピードと F 値と ISO を変えられることではあるんですけども、それ以上に写真から動画に変更した時にその設定を維持できるっていうのが僕はいいんじゃないかなと思っています。それで S&Q の場合はどうなるかと言いますと、 S&Q も動画なので基本的に S&Q も動画の方も同じようにフレキシブル露出モードが反映されます。なので S&Q にすると僕は、4K60p にしてるんですね。ってなると最低のシャッタースピードがおそらく60分の1に制限されているので、フレキシブル露出モードで50分の1にしていても S&Q の最低のシャッタースピードは維持されるので、今は60分の1になっています。ただここからもう一回ムービーの方に、ビデオの方に戻すとこのように50分の1に戻ります。なので基本的には S&Q も動画モードもフレキシブル露出モードが反映されますが、 S&Q の場合はシャッタースピードに制限が加わるので、そちらの方が優先されるというようなイメージですね。はい、というようにフレキシブルモードを設定すると、写真から動画、動画から写真のスイッチをしても、露出モードを変更する手間がなくなるということですね。はい、という感じで今回はフレキシブル露出について、紹介しました。僕は、写真も撮りますし、動画も撮るので、このフレキシブル露出はとてもねいいかなと思います。なので写真だけを撮る人とか動画だけを撮る人っていうのはあんまり関係ないと思いますけども、結構こうスイッチして切り替える人はぜひね設定した方がいい機能なんじゃないかなと思いました。はい。ぜひね、α7 IV で動画とか写真とかをね、スイッチして結構使う方がいましたら、ぜひね、使ってみてください。